ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、近日公開予定の映画、アバター、伝説の少年アンのクリップ映像や、なんと、公開前の映画本編のリンクがインターネット上で出回り始めているという大事件の話題についてよ。現在、この未公開映画の映像がネット上に溢れ返っていて、大混乱に陥っているの。今日は映画本編が丸ごと流出したハッキング疑惑の真相。そしてファンを二分している声優交代の炎上について徹底的に解説していくよ。公開前の映画が丸ごと流出って前代未聞の大不祥事やん。セキュリティどうなっとうと？どんだけポンコツな管理しとるんか呆れて言葉も出んね。今日はそのヤバすぎる事件の全貌を聞かせてもらうけん。ふっふ、葵の毒舌が最初から全開だね。でも本当にその通りで関係者にとっては悪夢のような事態になっているの。このアバター、伝説の少年アンの新作映画はね、大人になったアンと仲間たちの物語を描いているのよ。ファンから長らく待ち望まれていた作品で、本来なら2026年10月9日にパラマウントプラスっていう動画配信サービスでストリーミング配信される予定だったの。10月配信予定の映画がなんで今頃ネットに転がっとうわけ？普通に考えて内部の人間がやらかしたか悪い奴に盗まれたかのどっちかしかないやん。まさにその通りだよ。今回の情報漏洩はね、多くの人がパラマウントへのハッキングだと考えている事件に端を発していると言われているの。もちろん、パラマウントはこの件について公式には認めていないよ。そりゃあ、ハッキングされて映画を盗まれましたなんて会社の信用問題に関わるから、そう簡単には認められないよね。公式が認めてないなら、ただの精巧な偽物って可能性もあるっちゃない？今の時代、AI とか使えば、それっぽい映像なんていくらでも作れるやろ？葵、鋭い指摘だね。確かに、最初はフェイク動画じゃないかって疑う声もあったの。でもね、漏洩した動画やリンクは公開されるや否や、即座に著作権侵害の申し立てとともに削除されているのよ。だから、ものすごいスピードで削除されている事実を見て、多くの人が、消されるってことは、これらの動画は本物なんだな、って信じているの。なるほどね。向きになって消しまくっとる時点で、これは本物の流出映像ですって、自ら答え合わせしとるようなもんやね。馬鹿正直というか、間抜けというか。で、そもそもその映像、誰が最初に流したと？それがね、すごく奇妙な始まり方だったの。I'm Still Dishing というアカウントが突然、ニコロ・デオンが誤って私に映画アバター伝説の少年アン全編をメールで送ってきたって主張して動画を公開し始めたのよ。は？誤ってメールで送ってきた？そんな子供の言い訳みたいなこと誰が信じると？大企業が公開前の映画本編をその辺の一般人に間違えてメール添付して送るわけなかろうもん。どんだけ都合のいい妄想なんよ。本当に葵の言う通りだよね。いくらなんでも、間違えてメールで送ってきたは、無理がある言い訳だよね。でも、そのアカウントが動画を公開し始めた後、ソーシャルメディアプラットフォームや動画共有サイトでは、未公開映画からのものだと主張する短い動画クリップが急増したの。まるで席を切ったように、あちこちで映像が出回るようになってしまったんだよ。完全に便乗犯が湧いてきとるやん。ネットの連中、面白がってお祭り騒ぎにしとるっちゃろ。そうみたいだね。ただ、これらのクリップは画質や長さがまちまちで、中には信憑性を明確に示すものがなかったり、編集されているように見えるものもあるの。だから、どれが本物で、どれが便乗した偽物なのか、カオスな状態になっているんだよ。玉石混交ってやつね。でも、さっき言ってた、著作権侵害で削除されたから本物っていうのは、偽物には当てはまらんの？それがね、この問題を、さらに複雑にしているの。確かに動画クリップのいくつかは著作権侵害の申し立てを受けてプラットフォームから削除されたの。こうした削除の動きを見た一部のユーザーはやっぱり映像は本物なんだって考えるようになったよ。でも著作権侵害の取り締まりっていうのは再利用された素材や改変されたフェイク映像にも適用されることがあるの。だから削除された絶対に未公開シーンの本物とは限らなくて検証はとても複雑になっているんだよ。うわぁ、めんどくさ。本物か偽物かもわからん映像を見て一喜一憂しとるファンもかわいそうやね。でも話題になっとるのはその流出だけじゃないっちゃろ？その通りだよ。実は最近のアバター関連プロジェクトにおけるキャスティングについてもものすごく激しい議論が交わされているの。流出事件と並んでこっちも大炎上しているんだよ。キャスティングの炎上？アニメの声優なんてキャラのイメージに合っとれば誰でもいいやん。
何がそんなに問題になっとうと？それがね、今回の新作映画では、プロデューサー陣がキャラクターの背景にある文化的、民族的影響に声優をより密接に結びつけるための措置を講じたの。要するに、アバターの世界は架空のものだけど、そのキャラクターが持つ文化的な背景や民族性を考慮して、それに合った人種やルーツを持つ俳優を声優として起用するべきだってプロデューサーが述べているのよ。は？アニメのキャラクターに民族性を合わせる？顔出しする実写映画なら100歩譲ってわかるけど、声しか出らんアニメやろ？生体に国籍はないっちゃけど、そんなん気にしてキャスティングする意味がわからんね。葵のその意見、実は今のネット上のファンの間でもすごく多く出ている声なんだよ。この方針のせいでテレビアニメ版のオリジナルキャストは一転して本作には全く新しい声優陣が起用されているの。つまり昔からのファンが慣れ親しんだ声優さんたちが全員交代させられちゃったんだよ。全特化？それは昔からのファンは切れるやろ。で、新しく選ばれたのはどんな人たちなん？新しいキャストはね、アン役がエリック・ナム、カタラ役がジェシカ・マッテン、ズーコー王子役がスティーブン・ユアン、トフ・ベイフォン役がディオンヌ・クアンが務めることになったの。その他にも、キー・ホイ・クアン、タイカ・ワイティティ、デーブ・バウティスタといったハリウッドでも有名な大物俳優がたくさん参加しているんだよ。大物俳優を集めればいいってもんじゃないやん。アニメの声優って専門職なんやから、有名人連れてきて箔をつけようとする魂胆が見え見えで寒いわ。オリジナルキャストを大事にせん作品なんてファンから見放されるに決まっとうよ。あ、でもね、オリジナル声優の一人だけが本作に復帰するの。D・ブラッドリー・ベイカーっていう声優さんが動物コンビのアッパとモモの鳴き声を担当する役を再び演じる予定なんだよ。動物の鳴き声だけオリジナルなん？人間のキャラクターは全員首にして動物だけ末を切ってどんだけブラックジョークなんよ。オリジナル声優への当てつけにしか聞こえんっちゃけど。葵、落ち着いて。視聴者の反応もまさに賛否両論になっているのよ。もちろん多様性の尊重と文化的な正確さを重視した点を素晴らしいアップデートだって支持する視聴者もいるの。でも一方でやっぱりオリジナルキャストの変更に不満を表明する声がとても多いんだよ。そりゃ不満も出るくさ。長年応援してきたファンからすれば思い出の声を奪われたようなもんやん。ネットじゃどんな風に言われとうと？不満を持っている人たちはね、この決定は才能や原作への忠実さよりも形式的なチェックリストを優先したいわゆるポリコレ的なものだって主張しているの。ポリコレ、つまりポリティカルコレクトネス、政治的妥当性にとらわれすぎて作品の質を落としているんじゃないかっていう批判だよ。多くのファンはこれが実写版であれば俳優の人種は重要かもしれないって指摘しているの。さっき私が言ったのと同じやね。実写なら見た目が大事やけん。配慮するのもわかるけど、声優は声の演技力で勝負する仕事やん。まさにその通りで、ファンは俳優たちは声を提供するだけであり、ファンにとって非常に印象深いのは声そのものであるため、声優を交代させたのはマーケティング戦略としてまずい判断だったと言えるだろうって厳しく評価しているんだよ。オリジナル声優陣の象徴的な存在感を考えると、彼ら抜きでキャラクターを復活させたことは、多くのファンにとって大きな痛手であり、このプロジェクトに対するノスタルジーを損なうものとなったって言われているの。ノスタルジー、つまり懐かしさとか思い出をぶち壊したってことやね。子供の頃から見とったアニメの続編で、声が全然違ったら、これじゃないってなるのは当たり前たい。作り手は、ファンの気持ちを全く分かっとらんね。ネット上の噂によるとね、現在出回っている動画クリップやリンクは、まさに、この近日、公開予定の映画、アバター、伝説の少年アンから流出したものだと言われているの。そして、それに伴って、現代における声優起用に関する議論も巻き起こっているのよ。オリジナル版のファンの中には、オリジナル声優が復帰しないことに、すでに深く失望しているものも少なくないんだよ。そりゃ、失望もするやろ。映画の管理はずさんで流出させるわ。長年のファンを切り捨てて、声優は全特会するわ。パラマウントは自爆営業でもしとるん？で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。みんな、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。さて、流出と声優交代で大炎上しとるわけやけど、この騒動、まだ続きがあるっちゃろ？ここからが、さらに深刻な問題なの。
映画をネット上に拡散しているファンの中には、なんと、この声優交代の決定などを自分たちの違法行為の正当化に利用している人たちがいるの。ストリーミングサービスに加入することで、パラマウントの決定を支持したくないと述べている者がいるんだよ。はぁ、声優変えたパラマウントが気に入らんけん、お金払いたくない。だから、流出した違法動画を見るのは正当な抗議だってこと？どんだけ身勝手な理屈なんよ。泥棒が、この店の社長が気に入らんけん、万引きしてもいいって言っとるのと同じやん。倫理観バグりすぎやろ。本当に、葵の言う通りだよ。どんな理由があっても、違法な流出映像を拡散したり見たりしていい理由にはならないよね。このひどい状況に対して、アバター、伝説の少年アンのアニメーターの一人であるジュリア・ショエルさんが、X で非常に強い怒りと悲しみを投稿したの。現場で作っとるクリエイターからしたら、たまったもんじゃないやろね。なんて言っとったと？彼女はね、このリークは、チームの仕事に対する無礼だと感じると投稿して、公開後に映画を違法コピーする方がマシだったとさえ述べているの。彼女は、さらに、私たちは何年もかけて、アンの映画を制作し、劇場で、その努力の成果を祝えることを期待していました。ところが、人々が何の躊躇もなく映画をリークし、私たちのショットをまるでキャンディーのように X で拡散しているのを見るのは耐えられませんとも述べているの。何年もかけて作った作品が公開前にネットのおもちゃにされとるんやね。キャンディーのようにで表現が軽々しく消費されとる絶望感を物語っとるわ。さらに、彼女はこう続けているの。パラマウントが映画を劇場から削除するというひどい決定を下したことをリークの正当化に利用する人がいるのは許せません。パラマウントプラスにお金を払ったり支援したりしたくないという気持ちはよくわかりますが、少なくとも公開後に映画を違法ダウンロードする方がこれよりはマシだったでしょう。これはアーティストたちが注ぎ込んだ努力に対する信じられないほどの侮辱です、と。ちょっと待って、このアニメーターさんの発言の中で、劇場から削除するというひどい決定って言っとるけど、これってどういうこと？実はね、この作品、最初は映画館で劇場公開される予定だったの。クリエイターたちも大きなスクリーンでファンに見てもらえることを夢見て作っていたのよ。でも、パラマウント側が方針を変えて、劇場公開を中止して、自社の配信サービスであるパラマウントプラスでの独占配信にしちゃったの。ジュリア・ショエルさんは、この決定に対しても、すごく不満を持っていたみたいだね。なるほどね。声優の件だけじゃなくて、公開方法でも、ファンや現場を裏切るような決定が重なっとったわけや。だからって、ファンが、パラマウントが悪いからリークを広めてもいい、で免罪符にするのは絶対におかしいけどね。アニメーターさんが公開後に違法ダウンロードする方がまだマシて言うくらい、公開前の未完成な状態で流出させられることが、クリエイターにとってどれほど残酷なことか、拡散しとる連中は少しでも想像力を持てって話したい。そうだね。クリエイターたちの何年にもわたる努力や情熱が、ハッキングと心ない拡散によって踏みにじられている現状は、本当に悲しいことだよ。ファンの不満も理解できる部分はあるけれど、だからといって、犯罪行為に加担して作品自体を傷つけてしまうのは、誰も幸せにならない結末だよね。ということで、今日は映画、アバター、伝説の少年アンの映像流出と、キャスティングをめぐる騒動という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。